突然ですが、私マルタで家を購入いたしました。イエーイ。この動画初めてご覧になる方、はじめまして、マルタスタディの池松と申します。このチャンネルでは、マルタ留学、それからマルタ旅行に来られる方々の皆さんに向けて、マルタに関するいろいろな情報や、主に留学生に向けたマルタ生活に関する、いろんな、情報をいろんな形でお知らせしております。なので、もしよろしければ、我々の、YouTube チャンネル、ぜひご登録いただきますようお願いいたします。はい。で、今回、私、池松、マルタに住んで、もう4年目に突入するわけなんですけれども、日本から、マルタへはるばるやってきて、マルタで実際に生活をしてみて、マルタに対して思ったこと、それから日本とマルタを比べてみて、どっちの方が生きやすいのか、マルタがこの3年間でどのような部分がどのようにして変わったのかなどについて、軽く、私の生活模様とともに、お話しさせていただきたいと思います。それでは、いってらっしゃい。最近お気に入りのカフェなんですけど、チャイラテとちょっとしたお菓子買いました。美味しい。マルタで生活して慣れてきたっていうより変わったなって思うことが、この飲み物のチャイラテもそうなんですけど、日本でこう親しんできたもの、なんか3年前まではチャイラテとかそんなに買えるお店めったになかったんですけど、いろんなお店で今は買えるようになってきたってこととか、あとはそれこそ日本の食料とかでいうとアジアンスーパーマーケットがいろんなところにでき始めたりとか、各お店でそれぞれ品揃えが良くなってきたりとかっていうのですね。今ではマルタでうなぎのかば焼きとかも買えたりとかするので、そこまで日本食恋しいなって思うことがなくなったっていうのが一つ大きなポイントかな。物価に関して言うと、マルタは日本に比べたら高くはないんだけど、マルタで働いてマルタで生活してる人にとっては、正直物価は高いと思います。なんでかっていうと、給料の違いですね。日本人の例えば日本で働いてる人がマルタ生活をし始めたら、そんなに高いとは感じないと思うんですけど、マルタと日本は給料が多分10万くらい違うので、そういった中で、日本よりちょっと物価が低いくらいの価格帯で生活するのはやっぱりちょっとしんどいものがあるかな。だから自分に費やすお金、食べ物とかそれ以外で遊びとか自分に費やすお金が、ちょっと少なくなるかなっていうのはこの3年間で思ったことですね。あとお金貯められないかもっていうのが一つ、日本とマルタ比べて、日本の方が勝ってるかもっていう思うポイントかもです。寒かったね。冬だから結構12月だから風が吹くとやっぱり日が差してても寒いもの寒くて、さっきまでジム帰りだったんで半袖だったんですけど、やっぱり耐えられなくて長袖着て、車の中もめっちゃ暖かくて、今やっとほっとしてる。今ちょうどクリスがいるんで聞いてみようと思うんですけども、仕事以外ほぼほぼ英語を使うようにはしてるんだけども、3年間いて実際私の英語は伸びてるのかね。Yeah. You really think? Yes, we're always
talking and communicating in English. You really think I'm improving? Like vocabulary and this grammar? You're practicing with me, of course you improve. Can you be very natural? Am I really like... Yeah, I mean, your grammar definitely improved because I remember the chat. It wasn't bad. It wasn't bad. You mean chat, line, messenger? Yes, What's up? yes. The grammar. The grammar, it improved because even when speaking, some mistakes you used to do, you fix them. 私の場合、もうマルタに住み始める時点で、ある程度は英語を喋れたんですけども、それでもやっぱり3年間マルタにいて、で、もちろんマルタ人同士の人と遊びに行くときは結構マルタ語を聞く機会が多いから、あんまり日本語喋るってなると、そこでもないんですけど、それでも英語は上達したんじゃないかなと思います。で、ここ重要なんですけども、本当に英語を使わない人は全く英語が伸びないです。で、私も仕事上日本語をいっぱい使うから、プライベートでは基本に日本語を喋れないようにしてたりとか、日本人とあんまりつるまないようにはしてるんですけど、私の知り合いで一人、2年間マルタに住んでいて、来た時より英語が下手になってんじゃないっていう人、いるよね。だから、例えば、1年間の留学をしますっていう人と、4週間しかマルタに入れませんっていう人、もちろん期間の長さによって、英語の上達の伸び幅も全然変わると思うんですけど、そこが重要ではなくって、どれだけ英語を喋るかっていうのと、どれだけ英語を喋れるようになりたいという気持ちがあるかによって全然伸び幅は変わってくるかなと私は思います。海外に住みたいっていうこと以外に、英語を上達したいっていう気持ちがあるからこそ、海外に来るわけだから、私は一応合格点がもらえるくらいには英語が上達している。マルタに来る人は来ることだけで満足しちゃうんじゃなくって、マルタ生活する上でどれだけ英語を使えるかっていうのを気をつけると、よりもっと英語力が伸びるんじゃないかなと思います。これはマルタで慣れたことかな。好ましいことではないけど、マルタに住んでて慣れたことは、マルタは、日本みたいにすごく利便性がいいわけではないので、お店とかは祝日は基本的に閉まります。こんな感じで。ただこの3年間ね結構変わって、リドルとか他にも大きなお店は祝日は、7時までだけど営業するようになったとか、2時までだけど営業するようになったとかはあるけど、でもそれでもやっぱり24時間っていうコンビニでも24時間はないし、祝日だとお休みになるお店たくさんあるから、そこはなかなか慣れないと日本来てからすぐは結構不便だなって思うことが多いかもしれないです。あとマルタの道ですね。今でも慣れないのはマルタの道は汚いで、何がどう汚いかっていうと、街中歩いてて道に犬の糞とか猫の糞とかがあることがすごく多くって、で犬の糞はただ単に飼い主さんがちゃんと処理しないっていうのが結構あるんですけども、猫に関してはマルタでは野生の猫がたくさんいるので、その野生の猫がした糞が野生の猫だから処理されてないっていうことがたくさんあって、道歩いてて汚いなって思うことは今でも私はまだ慣れないかなっていう感じ。マルタのいいとこ全然私言ってないかもしれない。マルタのいいとこってなんかあるかな。マルタのいいとこってあるかな。マルタのいいとこあんま思い浮かばないな。
美味しい。マルタはレストランとかで、フレッシュオレンジジュースって書いてあると、オレンジをそのまま絞って出てきたものが出てくるから、本当にフレッシュなオレンジジュースが出てきます。そこは健康志向が強い人にはいいことかもしれません。私はこの3年間、アパートメントを、他人とシェアをしながら、生活しているんですけれども、マルタのアパートメントと日本のマンションかな、日本の家で、違うことといえば、家の中の大きさが全然違って、マルタはとっても広いです。一つ一つのベッドルームの大きさもそうなんですけど、リビングが特に広いかな。だからとってもお金持ちになった気分っていうわけじゃないけど、なんかちょっと優雅な生活が送れるっていうのは一つあるかもしれないです。ただマルタは、日本と違って家の作りがブロック塀もしくはマルタの石で作られているので、とっても室内が寒いです。夏は暑いし、冬はとっても寒いです。これはいつまでたっても、季節が変わることになれないなって思うんですけど、特に今冬なんだけど、ブロック塀が水を大量に吸い込んでいるので、外にいるより室内の方が寒く感じることも結構あります。なんで本当にルームソックスとか長袖長ズボンとか、たまにジャンバー着てもちょうどいいくらい結構寒く感じます。それは一つ慣れないことかな。あとはやっぱり、海外に来ると当たり前なんだけど、日本みたいに浴室がないんで、シャワーを浴びるときはやっぱりちょっと日本の方がいいなって思うことはやっぱりあります。水道代も高いから、あんまりバスタブに水を溜めてお湯に浸かるっていうことも本当にというかこの3年間1回もしてないし、そこはやっぱり日本が恋しい。むしろ温泉入りたい。日本が恋しいかなって思う。そんなとこかな。でもうオーブンの準備ができてるので、お昼ご飯の準備しないと。ということで、マルタと日本の違い、マルタのことについて、この3年間で、マルタが変わったことについてだったりとか、マルタと日本の比較についてお話ししましたが、なんで、ちょっとまだ不便なマルタに、私が家を購入したかと言いますと、マルタはまだいろんな部分で不便ではあるんですけれども、私が何よりマルタが好きな理由は、マルタ人の人柄に惹かれたっていう点が大きくございます。国として、例えば海がすごい綺麗とか、自然がいっぱいあるとかたくさんあるんですけども、でもちろんそういった部分は魅力的なんですけども、私は、この全然知らない人に対してもすごく話しかけてくれるマルタ人のこのフレンドリーさだったりとか、ちょっとだけでも話すようになったら本当に家族みたいに毎回会うごとに大丈夫、なんかあったらいつでも言ってねとか、なんかご飯一緒に食べたい時はいつでもノックしてねとか言ってくれる、自分の周りのマルタ人の人たちがみんなすごく優しくしてくれて、そういった人たちをこの3年間ずっと見てきて、私は3年以上いるんですけれども、やっぱりもうちょっとこの国にいたいなっていうふうに思うほど魅力的に感じるから、私はマルタに、まだおります。なので、特に留学生の方ですね、マルタに来たらそんなにマルタ人と交流する機会ってないとは思うんですけれども、ちょっとお店行った時のマルタ人のスタッフさんとか、道歩いてるおばさんとかちょっとでも話しかけてみたら、すごく
皆さん親切なので、せっかくマルタに来たなら、マルタ人との交流もちょっと頭に入れて生活してみてください。私自身、半年後に新しい家に引っ越しをするんですけれども、引っ越しをするということで、またこれから長く、マルタに滞在することになると思います。またこれから、マルタに関する魅力だったりとか、私が見つけた新しいマルタの発見だったりとか、そういう部分も皆さんにつどつどお伝えさせていただきますので、私の喋りがなかなかうまくならないことは、重々承知しているんですけれども、今後も、このチャンネル見続けていただければなと思っております。今回の動画は以上になります。皆さん、ぜひ次回お待ちしておりますので、ぜひまた見てください。それでは失礼いたします。バイバーイ。